りただの伝承ではなかった。滅亡した古代王国は存在した。哦，森西之前的故事。こりゃ純金だぜ。とんでもねえな。なあ、一度地上へ帰るべきでは。探索するならもっと入念な準備が。何寝ぼけたこと言っとるんじゃ。戦士、お前の体には本当に鉄が哦，他们想要金。無理するな。お前はここで待ってろ。俺だって金が欲しい。一人にされるのも怖くて嘘をついた。但是最后他还是孤身一人了。好きになれなかったし、野心家の多い仲間たちであったとはいえ、あの時の様子は異常だった。闇の中で両目を乱々と輝かせ、吸い寄せられるように奥へ奥へと進んでいく。そして突然それは始まった。何があった？魔物だ。でかい鳥の化け物がいきなり現れて、是那个途端が殺されち格まった。雷芬。ただの遺跡じゃない。迷宮化している。恐怖で皆がようやく我に帰った頃には帰り道がわからなくなっていた。俺たち惩罚。迷宮ってのは必ず地上につながっている。落ち着いて出口を探そう。魔物を避けて迷宮内をひたすらさまよった。奇妙なことに喉が渇けば泉が、疲れがたまれば安らげる部屋が現れる。物陰で絶世の美女に誘惑されたという者すらいた。やがて食料が尽きた。诱惑他们进陷阱吧。このままじゃ飢えて死ぬ。戦ってでも食えるものを探さないと。食えるもの？魔物だって何かを食って生きているはずだ。インバー、ブリガン、お前たちは盾で周囲を警戒しろ。ヌールと俺は武器で魔物を撃退する。戦士はここに残ってこの辺の地図をまとめてろ。但这也锻炼了森西的能力。鳥の魔物がまた出た。あの野郎、すぐ空中へ逃げやがる。次の食料探しは俺も行く。いらねえ、邪魔になるだけだ。食料を見つけた。お前はこれを食ってろ。何もしないくせに腹は減る。但是他们还是很帮助森西的。哦，好可愛。出口よりその日食うものを探すことで真的都是拿的这个锅吗？私の後を執念深く追ってくる。戦うたびに仲間は減り、食うに困ってついに馬も締めた。四つ足のワシ、間違いない。ありゃグリフィンって魔物だ。なぜ俺たちを目の敵に？腹が減ってるわけでもなさそうなのに。殺戮を楽しんでやがんだろう。魔物ってのはそういう性分だって話だ。心配すんな。今度来たら丸焼きにして食っちまえばいい。ほら、アンヌに感謝してたくさん。哦，是那个马的名字吗？どういうつもりだ。役に立たないガキに一番飯を食わせて。あいつはまだ哦，这就是森西受到影响的时候。俺たちが面倒を見る責任がある。そんな余裕はない。次の世代の面倒を見てやれなくなったら終わりだろう。腹が減った。体の中に鉄が流れてるくらいなら石ぐらい食えないものか。おい、食い物隠し持ってるな。やめろ。何をしている。このガキ。外へ出て話そう。戦士が怖がってる。怒鳴り合う声が徐々に激しくなり、大きく争う物音と悲鳴が何度か聞こえ。恐ろしいほど静かに。所以不是格雷芬把人给弄死了吗？ブリガンはじっとしてる。外は見ない方がいい。グリフィンに襲われたんだ。グリフィンは俺が殺したが、ブリガンも即死した。ギリンの頭を見ると
何か鈍器で殴られたようなへ哦，こみ这是森西之があっ后的头盔た。グ吗？リフィンを食っち有个まおう。叉吗？あいつをさばいてスープにすれば何日かは生きられる。但其实吃的是人肉吗？水で煮ただけのグリフィンのスープは獣の匂いと肉の硬さでひどい味だったが、夢中で咀嚼し、ゆっくりと長い時間をかけ飲み込んだ。小便をしてくると言ってふらりと出て行った彼は二度と他戻らなか把吃的都った。留给森西了。私は一人残されてしまった。扉の先の光景を見る勇気がなく、部屋の中から動けなかったが、残りの肉で食いつなぎながら今までに描いた地図を眺めた。壁につけられた暗号に法則性を見つけ、意を決して部屋の外に出てみると、死体はなかった。这就是留给森西的所有东西。その後、多くに捕まり、しばらくは集落で捕虜として拘禁された。話してみると案外気のいい連中で、古代ドワーフ語を教える代わりに食えるキノコと食えないキノコの見分け方や魔物のあしらい方などを学んだ。こうして私は地上へ出ることができたのだ。しかし私は起きた出来事を考えるととても故郷に戻る気にはなれず、迷宮の付近や戦争で生活した。やがて地上の町と迷宮がつながり、多くの冒険者がやってくるようになった。気がかりだったのは、本当にあれはグリフィンの肉だったのかということだ。何か物を食べるたびスープの味を思い出す。どんな魔物の肉もあの味からはほど遠かった。これがグリフィンから逃げ出した理由だ。わしは真実を知るのが恐ろしい。そんなことが。戦士。じゃあ食べてみるか。そこのグリフィン。不愧是你。先の長い人生、食事のたびにそのことが頭をよぎり続ける。但如果这么一验证，岂不是就更说明那是人肉了？残念だけど、心の使いは取れる。いや余計使えるだろ。あいつなんなの？猫猫的。どうかな、戦士。そうだな。食べるべきだろう。戦士。よーし、それでは可能な限りの調理を再現しよう。あまり処理はせず肉を切り出す。上半身と下半身で全く味が違うかもしれないから、両方から取る。好可愛猫猫。すごい筋肉だ。さすが肉食獣。なぜグリフィンは戦士たちを必要に追跡したんだろう。人を殺しても食べたりはしなかったんだよな。馬を連れてたと言ったか。それでかな。グリフィンは馬が好物だし。ではなぜ最初に馬を襲わなかったんだ？知らん。お湯沸かすね。グリフィンの武器は前かぎ爪とくちばし。あれで攻撃されても鈍器で殴ったような跡にはならない。だからブリガンを殺したのはグリフィンではないだろう。ほんでは他の3人はどうなんだ？俺たちがファリンとグリフィンを見間違えたように別の魔物だった可能性は。翼を持つ大型の魔物ならいろいろいる。コカトリスにバジリスク、ハーピー、セイレーン、ペガサス、如数家珍。ロックチョウ。その中にドンキみたいな武器を持つ魔物は。お湯沸いたけど。このまま茹でるだけ？他に具材とか？それだけだ。味気のないスープになるな。せめて付け合わせでも。そういえば多くからキノコの見分け方を教わったと言っていたが、あのキノコは初見だったのか？ああ、初めて見た。マルシル、あとは任せだ。ちょっとここまで進めとい
いて投げ出すの？自由かよ。もういい、終わりだ。こんなことやったって戦士は。いや、ここまで来たら食わせてくれ。どんな結果でも受け止めるつもりだ。完成じゃ。これはあの時食べた味とは似ても似つかない。やはりあの時わしが口にしたのは。それっていいんだ。肩の荷が下りた。何をしても生き延びてほしかったのだろう。その思いを背負っていくことにしよう。なんよ、バカ。なんてことしたんだよ。グリフィンの肉、獣の匂いがきついしかない。何より後味が最悪。そう、あの時戦士が食べたのはグリフィンじゃない。ましてや人肉でもない。彼らを襲ったのはグリフィンでなくヒポグリフだよ。吃出来了。グリフィンは下半身が獅子だが、ヒポグリフは馬の禁煙種だ。必要に追ってきたのも馬を連れていたせいだ。哦，他们当时可能认不出来哪个是哪个，そして所以就都以为是格林フィン。ひづめのついた後ろ足だ。こいつで蹴り上げられたら金属だろうと大きな穴が開くはずだ。断言するよ戦士。戦士があの時食べたのがヒポグリフなら、このスープと味が違うのは当然だ。ありがとうライオス。それを聞いて少し安心した。ヒポグリフの味を確かめる術はないが。それじゃあ確かめようか。実際にヒポグリフの肉と食べ比べるんだ。啊，そこは真相は不明だけど、行動派ラオス。やんわり終わる流れでは？というか、ヒポグリフなんてどこに？いや、ヒポグリフはすぐそこにいる。この迷宮では過去に報告例もあったはずだ。なのになぜそこに気づかなかったのか。この迷宮にはいないはずのグリフィンと戦ったから。なぜか。それはことをややこしくした共犯者の仕業さ。共犯者？シェンジリングだよ。お、そういえばチルチャックの出身のあたりの伝承だったかラオス好聪明。鳥飼い子って聞いたことないか。子供と化け物が入れ替わる現象だ。森へ遊びに行った子供が瓜二つの姿のトロールになって帰ってくる。長いこと魔術の類だと思われていたが、近年になってこのキノコ型の魔物の仕業だと判明した。このキノコの輪に足を踏み入れた生物は少しだけ変わってしまう。原因が分かってからは駆除が進んでめっきり見なくなったが、こんなところに生えていたとは。戦士をさらっても食べなかったこと、召喚獣を殺したあの鋭い蹴り、おそらく俺たちが戦ったこのグリフィンは。確かめてみよう。グリフィンの肉をチェンジリングのフェアリーリングに。肉の見た目が変わった。这有点让我想到 Weather Report， 它的有个能力就是これをスープにしよう。 Heavy Weather， 就是感觉像是视觉上通过这个脑子神经之类的把它看作是另外一个东西了。戦士？まあ味って条件や環境次第で結構変わるから、そんな気にせず。違うんだ。ずっとこのスープをもう一度飲みたかった。ありがとうみんな。哦，ありがとう。長く迷宮で暮らして一つ気づいたことがある。この迷宮は人の欲望に強く反応する。富、知識、名声、多くたちのような迷宮へ求めないものに対しては寛容だが、何かを求めた途端牙を剥く。これからお前たちは
ハリンを取り戻すという目的に加え、狂乱の魔術師や有欲の獅子を求めることになる。迷宮の反応はさらに。哦，这都是以前的金。それでもわしはお前たちに教えたいことがたくさんある。一緒に連れてってくれるか？ああ、もちろん。よし、それじゃあみんな先に進もう。みんな具合はどうだ？寒い。ダメかも。どう考えても食中毒だよな。散々いろんなもの口にしてきたからな。しかしこんなところで終わるわけには。ファリン、どのくらい眠ってた？体が变胖了，食当たりは他们是要多かったか？よかった。变成矮人了。哦，他们是不是互相都变了？マルシル、これ見てくれ。好可愛。なんか変じゃ。啊，好可愛。マルシルも縮んでる。セシ、大変だ。起きてくれ。ゼン。どなた？んだよ、さっきからうるせえな。吉尔扎克，这是他原本应该的样子吗？两个矮的都变高了，两个高的都变矮了。そんなことって。グリフィンをヒポグリフィンに変えるほどだ。人間がこうなってもおかしくない。俺はドワーフに、戦士はマルシルはハーフフット、吉尔扎克就应该是这样。イズツミは犬。いや、あれ多分コボルトだよね。猫耳コボルトだ。好乖。どうやって元の体に戻るか。来た道を引き哦，吉尔扎克，我不行了，キノコの輪我不を踏めば接受戻れるんで。しょ？と思うんだが、外を見てくれ。あ、道が変わってる。寝込んでる間震えが止まらなかったけど、体じゃなくて迷宮が揺れてたってわけ？引き返せるか不明だが、貯水湖へ戻ろう。真心穿着马路希尔衣服了，他们啊。荷物がすごく軽い。哦，可愛い。ありがとう。この体いいな。暗くてもよく見えるし、今なら鉛に想的居然是这个。チルジャックはどうだ？その体は还是忘不了他的这个微博。重くて透明な分厚い膜に包まれてるような。感覚が鈍くなったということか。しかし妙に落ち着く感じもする。お前らを見下ろせるのは気分が啊，真的老父亲。哦，像吉尔扎克一样了，这也太有意思了，大家都能体验一下不同的这个人种。あれ？あの扉って。最初の目的地だ。例の採用か。引き返すつもりがやはり先に進んでいたか。キャンプの跡がある。他の冒険者が来ていたようだな。その人たちこれ直す方法とか知らないかな。扉の奥に進んだとは思えない。転移術で地上へ戻った後かもな。そんな、どうしよう。考えたんだが、このまま翌日探しを続けないか。は？どうも迷宮は俺たちを逃がすつもりがないようだし、あがいて時間を浪費するより先へ進む方が早そうだ。いや、もちろん地上に戻れば解決法はいくらでもあるはずだ。一生その姿でいろなんてことは。アホか。てめえは長命種の体引けたからって。確かに。意外とここまで不便はなかったし。森独自美丽。耳の大きさの違いが何だというのか。じゃあ先に進むとして、あの扉をどうするつもりだよ。あれが開かないからみんな騒いでんだろ。チルチャック、解錠できそうか？会場も何も情がないんじゃな。魔術的な仕掛けじゃないか。
魔力が通ってる感じはするけど、解読には時間と設備とお金が。やーこれどうするのよおい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 、ライオスなんか出てるぞ。他的健介なんか成長してない？この骨幹で死んだとばかり。这就是它的用处吗？扉が。これって翌獅子が力を貸してくれてるのかな？あるいはヤードのおかげかも。好可爱，他俩像幼儿园小朋友。ありがとう。獅子様ヤードだかそこ、今何か動かなかった？ガーゴイルだ来るぞみんなガーゴイルを見ての通り動く。想要福利莲他们当时在那个迷宫的那个石像。気をつけて俺の出る幕はないな。邪魔にならないよう退散すっか。なんで俺を追ってくる？一番好大个儿啊，希尔。タッパがあるんだからお前も戦え。無茶言うな。釣れた哎呦妈哟，希大丈尔夫、直撃はして。体力不支了。マルセルマルが虹色だ。魔力酔いがあの一発で。まずいな。井筒チルチャクを援護し。待て、ダメだ井筒。俺が合図をするまで動くな。大きな音と血の匂いで興奮しまくってる。戦い始めると死ぬまでやめないだろう。戦士、鍋を。戦士怎么有种白雪公主的感觉呀、重いから这次就像是的表情。大丈夫だ。剣も鍋も普段よりずっと軽い。これなら俺一人でも勝てる。しかし、なんというかこの体、すごく疲れる。まずい、普通に負ける。みんなここは逃げるぞ。戦士はマルシルを担いで扉の中へ。井筒はこの鈴を追いかけろ。チルチャク、奥莱欧斯太可靠了。走るぞどうしよう。この体めちゃくちゃ不便だ。取り返しのつかないことを。仕方ねえだろ。この先あのキノコが生えてることを祈るしかない。こりゃ本格的なドワーフの遺物だな。あのキノコはこんなところにも生えるの？すごく暑いんだけど。飯でも作るか。なぜいつも戦士が唐突に食事の支度を始めるのか今ならわかる。この体、腹が減るんだものすごく。ナマリが急に食事の支度を始めたのは見たことないけどな。自分を振り返るのに料理は我绷不最適だ住了。小麦粉、水、塩、卵をよく練り寝かせておく。その間にひいた肉に刻んだ玉ねぎほか野菜を加えよく練る。寝かせていた生地を棒状にし等分に切り薄く伸ばす。饺子吗？伸ばした皮に具をのせくるむくるむ。包子。不思議だ。黙々と作業しているうちに気持ちが落ち着いてきた。ちょっと作りすぎじゃないか？綺麗にできたね。完成じゃ。見覚えのある形なのに匂いが全然違うの変な感じだ。芋とかチーズは入れないんだな。俺の地元じゃあげたりするけど。いたいただだきま。きますす。気をつけろ。やけどをしないようにな。おせえよ。それにしてもなんか妙に美味しくない？人種の違いが味覚にも影響してる？いや、これは誰が食べても美味しいよ。
不思議だよな。ダンプリングは土地や人種で調理法も全く変わるのに、どれも結局うまいからな。太可爱了，教。そうだよ。まるで今の俺たちじゃないか。多少何かが変わっても、結局俺たちは俺たちだ。うまくやれるさ。これで綺麗に話がまとまったな。それは気のせいだ。しかしここは異質だな。どういう場所なんだ？ドワーフたちが築いた防衛地点の一種でしょ。防衛。エルフとドワーフが戦争してた頃のね。学校で習わなかった？双方が競って技術を先鋭化させていった結果、大災害を招いてしまったの。それでエルフやドワーフたちは同じ過ちが起こるのを危ぶんで、迷宮内の技術にピリピリしてるわけ。この迷宮は特にいろんな文化の衝突点だから、介入の暁には相当揉めるでしょうね。その話だけどさ、もしエルフに因縁つけられたらお前马上就要来了。え、なんで私？お前の母親宮廷勤めとか言ってたろ。コネとかないのか？それは。まあまあ、どのみち今の彼女はハーフフットだ。エルフと交渉するなら戦士だよ。善処する。やはり極力元の姿に戻る方法の模索は続けよう。意義なし。这一集还真的是非常感动的，而且终于看到了森西他之前到底经历过什么。他真的把一种味道记得这么清楚，记了这么久。但是就像他记住这个味道一样，他也把曾经他在前辈那里接受到的这种爱意，有继续传递下去的感觉。不只是他戴着那个头盔，前辈的做事准则也永远影响了他，所以他也才会这么关注年轻人他们下一代的这个饮食问题，而且还有很多想要继续教会他们的。莱欧斯这集让我非常对他刮目相看的感觉吧，就看样子好像是不懂人情世故，但其实他只是在用他的方式去安慰森西。最后也算是真的让森西解开心结的感觉吧。正是因为经历过真正的饥荒，森西才更加明白对于食物的重要。我想起森西在之前打龙的时候也说过一句，我们也可能会被当作食材。除了这句话表面的意思来看，也不得不会觉得森西可能还有另外一层意思，包括他之前讲到的，可能那是不是曾经，可能自己曾经是不是也吃过人肉，包括他的前辈他们所执着的这种让年轻人吃饱饭这个生活态度，也让我想了晋剧里面也有曾经一句话，就是在抵制安乐死的时候，有一句台词也是孩子才是未来。作为大人有这样的想法和观念，并且还能这样传递下去，真的还是挺让我震撼的。到这集也明白为什么森西他一直以来都是孤身一人在这个迷宫，而且他明明已经出到了外面的世界，但他最后还是在迷宫附近生活，然后最后还是到迷宫底下和魔物打交道，维持这样子一个生态，有一种在赎罪的感觉。事情对他来说是永远的梦魇，永远心里过不去的那道坎儿，回到了这个自己罪孽发生的地方。我也非常高兴他遇到了莱欧斯他们，并且加入他们一起跟他们完成后续的旅行，不仅也帮助了莱欧斯小队，且是在帮助森西自己解开这个心结，而且同时还能践行他前辈留给他的这种意志。而且森西一直什么魔物都可以用来煮，可能也是在寻找着当年的那个味道，想去辨别到底他吃的是什么。也很喜欢这一集，就是有的那种探秘的这一个剧情效果，好像也是在跟随一些线索，不断去破案的这么一个感觉。最后发现森西吃的不是人肉，而前辈在那样的情况下也还没有颠到那个地步，这样的结局是充满着人文关怀了。就虽然剧情好像引导着感觉像是在吃人肉，但仔细一想，那个前辈肯定不希望留给森西一个吃人肉的这样的永生的这个阴影，所以怎么想按照这个前辈的性格，他都应该不会真的让森西去吃人肉。我觉得这一集真的就是包含了太多迷宫饭本身的这个温柔的内核的本质吧，给那个之前水上的那个马起了一样的和曾经的马一样的名字。森西真的是个念旧的人，但另一方面更能看出他曾经
经那些事情对他深远影响吧。然后这个迷宫也可以通过就是进来的这些人他们的这个欲望进行改变或者有所反应。其实之前也看到，比如说对于那些贪恋财宝的人，会有那些可以变成宝石的虫子来引诱他们。马卢希尔感觉也在逐渐的掉入这个陷阱，就是他所憧憬的这个知识，这个魔法书可能也会给马卢希尔带来更多的灾难，这就是他的欲望，并且他这个欲望也是非常的大。而且森西一直以来都怀疑自己是吃了人肉，所以他感觉前辈是不择手段为了活下去。但是后来的几十年，他却并没有秉承着这种不惜手段活下去的意志，而是前辈留给他美好的那些意志。森西真的是有着一颗非常清澈善良的心，最后他也明白了同伴原来没有背叛彼此或者自相残杀，意识到这一点，这一刻一定是非常百感交集的。然后就是这个变幻菇的设定，我也觉得非常有意思。我原本以为它像天气预报它的那个替身能力一样，就是可以让人产生那种幻觉，但他们其实真的变人种了。看到森西变成精灵那个样子，应该算是个帅哥吧，真的太优雅了。切尔查克变长身人也很有意思，感觉就是完全恢复到他本应该的样子了。看他那个身高，至少1.9米以上了吧，巨高，然后那有这大叔的感觉。马尤希尔倒是变小了，也还是一样的可爱。马尤希尔不管什么形态都巨萌。就是最后，我原本以为是包子，它其实捏成那样感觉更像包子，但是一水煮就应该是饺子。但是最后沾的是什么狗毛吗？猫居然是变成狗，这真让我没想到。更能确认它这个本体更是猫了，因为它连这个转换的对象也都是另外一个物种。希望他们还能保持这个形态一段时间，根本不够看。这期视频就结束了，我们下期再见，拜拜。